10万円が爆散しました。この人混みの中にも悪徳貸主が潜んでいるかもしれない。時間を戻せたなら今なら簡単に回避できるのに。海外出稼ぎフリーターの爆誕です。まさかこんなに見てもらえるとは。再生とチャンネル登録本当にありがとうございます。びっくりした。チャンネル登録までしてくれる人がこんなにいると思ってなかった。だから本当に嬉しい。ワーホリ関係で見てくださった方が多いんでしょうか。少しでも還元できればと思うので、ご質問などあればお寄せください。それはそうと、トーニオさんの願望、拠点を手に入れるに関しては全然まだ叶いそうにありません。どうしてですか？前回の動画で見つけた家はほどなくして去ることになったためです。これは停電中の天井です。仕事から帰ってきたら家中の電気が止まってました。冷蔵庫がまた腐る。ちなみに数日前から電気会社の警告が届いてたので、偶発的な停電ではありません。信じられない。もちろん貸主には報告してたんですが、それでも電気代払ってなかったみたいですね。ハウスメイトと鬼でメッセージ攻めすることでなんとか連絡がつき、復旧のめどが立ちました。今回の動画ではこのシェアハウスで起きた事件3件と不良物件をつかまないための方法を紹介します。振り返れば自分は実にいいカモだったなと思うので、同じ目に遭う人を少しでも減らせたら幸いです。カモといえば、オーストラリア来たての時ホテルで壊れたスーツケースの捨て方を受付に尋ねたら$50請求されたことがあります。高い。日を改めて新しいケースを買ってから他の人に聞いたら無料で処分してくれました。明らかに怪しかった。日本でも粗大ゴミは有料ですし、ただでやってくれた人の方が面倒くさがっただけの可能性ありますよね。本気で言ってる？こっちではそういうものなのかなとならないための最悪なシェアハウス事件3選お楽しみください。ケース1、ハウスマウスを追う影。ここからネズミの映像が流れます。苦手な方は目をつぶってください。ネズミ？シェアハウスに住むときは汚い家はやめといた方がいいです。何を当たり前なと思うかもしれませんが、この家だってフラットメイトでは広くて清潔な部屋写真が載ってましたし、当時の私は家が見つからなすぎて、まあ自分で綺麗にすればいいかと妥協しました。当然ながら他の住人や建物の構造上、個人の掃除では限界があり、内見の段階での清潔感がマックスと考えた方が良いです。最初に見た時より綺麗になることはありません。埃の溜まった隅には要注意です。謎の黒い種のような粒はネズミの糞でした。この後逃がした。ネズミの映像ここで終了です。ケース2、早すぎる催促。いつも返事遅いのに自分が困った時だけ早い人っていませんか？友達ならともかく貸主がそういう人だと最悪です。家賃振り込まれてないんだけどというメッセージが届き、すぐに振り込んで明細スクショをくれとか言うので急いで振り込み履歴を確かめるとすでに送金済み。そしてその旨返信すると返事がなくなる。もはや詐欺。1回だけならおっちょこちょいだなで済ませるのですが、それが 2,3 回繰り返され、楽しみにしていたコンサートの待ち時間を邪魔された時にはさすがに切れそうでした。切れてた。こちらの銀行アプリは振り込み時にメモをかけることが多いので、家賃の対象の日付と自分の名前を書き込んでおくのがおすすめです。相手のためというより何かを言われた時に証拠を出せるようにするためです。誰も信頼できない。入居前は即レスしてくれてたので予見は難しいですが、思い返せばこの家はすぐ埋まっちゃうから決めるなら早くと入居の決断をせかすような人だったので、片鱗は見えてたのに泥船にそのまま乗った私が愚かでした。疑うことを学んだ。最終ケース、そして誰も彼もいなくなった。貸主にボンド持ち抜けされました。オーストラリアでは通例、家を借りるときにボンドという敷金のようなものを払うのですが、それが理由なしに返却されないまま音信不通です。まず年末頃に突然退去命令されて、大したクリスマス精神だなと思いつつ、正直こちらも出て行きたかったので、ネズミもいるし、さっさと家を開けてしまったんですよね。部屋を空にして鍵返却の立ち会い日程を尋ねるも以降は梨のつぶて。残ったハウスメイト曰く外出中に鍵を変えられてしまったようで家財が閉じ込められてしまったそう。ひどすぎる。トーニオさんが一晩で一時滞在先を見つけてくれたので私たちは無事に年を越せましたが、10万円近くのボンドが爆散しました。せっかくのお祭りムードも楽しめません。この人混みの中にも悪徳貸主が潜んでいるかもしれない。時間を戻せたなら今なら簡単に回避できるのに。
オーストラリア来てからというもの住まい関係で散々な目に遭ってますが、安心してください。オーストラリアにも法律はあります。ある一言を言っておけば回避できた事態です。その一言とは、Will the bond be lodged with the RTBA? RTBA とはボンドを管理する行政機関。貸主は受け取ったボンドをこれに預けることが義務付けられています。全然知らなかった。これはフラットメイト経由であっても同じです。正直、個人間のやり取りで間借りする場合は無視されていることも多そうですが、尋ねるだけでも相手の順法精神は確かめられます。振込先を教えられたタイミングで聞いておくと多少は安心かもしれません。掘るのが面倒なら、礼金だと思って割り切るのもありかもしれませんが。礼金って何ですか？最悪なシェアハウス回避法をまとめると、まず必ず内見すること。写真と大きく違ったらそもそも騙す気満々です。その2、せかしてくる人は疑った方がいいです。お金が関わることを信頼関係抜きに進めようとする人、多分ろくな人いないです。そしてボンドの行方を確かめるです。貸主のフルネームと住所は押さえておきたいですね。夏を迎え暖かくなり賑やかになったメルボルン。ようやく好きになり始めたこの街を嫌な思い出で終わらせないためにも、次こそ理想の拠点を見つけます。早くボードゲーム買いたい。結論、家探しは慎重に。次回、メルボルンよさらば。お楽しみに。